いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前をまず。学生時代の野口彩役八木里香子です。小森歌役青井山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人はどのぐらいぶり？ひかりさんのワークショップぶり。だってワークショップってさ、ドラマ始まる前でしょ？全然前でしたね。撮影中一回も会ってないってこと？多分。会ってない。会ってない。オーマイガー。ね、そうなんだ。すごい久しぶり。でも見ましたよ、野口さん。野口さん。ファーストラブ。私も見ましたよ。どうでした？つやつやだった。っていうか違う、野口さんのりかこちゃんの食べるシーンがめちゃめちゃ好きで、うなぎ食べてるシーンがもう大好き。ありがとうございます。本当に美味しそうだったね。でもあれうなぎ最初に1回目のカットで、うなぎあれなんかいいうなぎでお重だったから、なんか2層になってて、じゃあ切って食べたら想像以上に取れちゃって、ですっごい口いっぱいになってカットになって。あ、そうだ。印象的。食べるのも大変なんだよ。いろいろあったんだね、そういうのが。北海道の撮影で思い出にいっぱいあると思うけど、すごい強く残ってる場面とかありますか？私、北海道の最後の3日間が、すごい雪が吹雪いたり、すっごい寒くて、そうなんだ。それが一番印象的。温度が寒いのが。葵ちゃんは何かありますか？私はひかりさんがメロンを丸ごとほじって食べて私なんかさ、ひかりさんって常にもうこれ言っていいのか分かんないけど、フルーツをいつも現場に持ってきてそれごと丸かじりしてるじゃないですか。メロン半分で全部後食べて自分でね。めっちゃ北海道だって。私あんまりそんなに行かなかったから、北海道も、なんかそれが一番印象的だな。あと現場でさ、りかこちゃんがさビーズで指輪何個作ったの？指輪あれ80何個なんか100多分わかんないです。出てる人分のね指輪作ったんだよね。すごい可愛い。台本にまだ挟まってるけど。嬉しい。ありがとうございます。野口八重号にようこそ。そうだ。ありがとうね。昔の八重ちゃんが嬉しい。今の八重ちゃんのところに。しかもほら大人になってからの人が決まってたりするから、すごい難しかったんじゃない？やっぱ。でもなんか北海道とか本当、ホテルで毎晩泣いて、でも泣いたら次の日晴れるじゃないですか。どうしようと待って。不安で泣いたの？不安とか分かんなかったり、やっぱり。そうだよね。そうみんなそう。葵ちゃんもだって、葵ちゃんお芝居映像の中でお芝居すること自体が初めてだったでしょ？本当初めてでした。しかもこういう長編に関わることとか、もう周りがすごい役者さんばっかりだから、私が入って台無しにしたらどうしようみたいなこととかいろいろ思って。なんかね、葵ちゃんはね、たまたまダンサーの役が台本読んだらあって、私がなんか葵ちゃんのことを見たことがあって、あの子がいいんじゃないかっていうのを監督たちにおすすめして来てもらった感じがあったから、大丈夫かなと思いながら。そうなんでね、なんか私が当時住んでた料理家さんの家があって、そこ行ったらひかりさんがいて、でひかりさんにちょっとお芝居やってみないってたまたまいたの。会いたいなと思ってた子がたまたまただいまって帰ってきて、あ、葵山だって言って、すごい。ただいまって言ったらひかりさんいて居候してたみたいで、すごい。なんていう縁なんだろうと思って、それでなんかすごい縁感じて。でもひかりさんのワークショップあって結構ほっとしなかった？すごい。なんかお芝居ってすごい技術なことじゃないんだと思って、股間にバラが咲いてるってね、今でも私も思う。股間にバラが咲いてる気持ちで歩くっていうワークショップ最高ですね。そうそうね、股間にバラが咲いててもそれぞれの人が感じることが違うというか、恥じらいを感じる人もいれば堂々とする人もいればみたいなワークショップ、自分を知るワークショップか。あれすごい良かった。なんかね、りかこちゃんとかは現場で入ってもう1回か2回会った時に顔変わったと思って、もうりかこちゃん全然りかこさんになっちゃったって思って、なんかそれぐらいなんか頼もしかった。そんな
そんな頑張んなきゃってこっちも思うぐらい。私はひかりさんが、うんなんかそのワークショップの時に、うんなんか鼻水垂れてても可愛いから大丈夫だよってそれがすごいなんか心の励みになりました、なんか2人は「ファーストラブっていう楽曲を聴いて初恋でもいいんだけどなんかどういう気持ちになるっていうか、あの曲どんな感じですか？私結構幼少期思い出します、お母さんが宇多田ヒカル世代だったんで、聞くとすごいなんか子供の頃思い出す。私はもうこの作品のことがすごいフラッシュバック。そうだよね。そうだよね。あとなんかカメラテストを一昨年のクリスマスにやって、でその時にカメラテストでやったシーンをこうつなげてファーストラブの歌と合わせてこう一本なんかミュージックビデオみたいなのを監督がね作ってくださって、それをすごい何回も見てたから、なんかその昔のなんか準備期間のことまで全部フラッシュバックするように思い出しちゃう。自分がさ出てないところの場面とかさ、こんなの撮ってたんだとか思わなかった？思いました、最初台本、脚本いただいて読んでて自分の頭の中でイメージしてた人物像と全然違うんだけど、でもこうやって作品って立体的になっていくんだって、あの平面だった文字がこういう作品になっていくんだっていうのがものすごいびっくりしたし、とにかく絵が綺麗だったね。本当に感動しました、なんか楽しかった思い出ある？エビフライを春道とかめっちゃ食べてて、でも私が食べれなくていいなと思ってて、撮影終わって1本いただきました、ファーストラブのご飯全部美味しそうだった、いや高橋よし子さんがね、全部全編通してこう作ってくれたりとかチームでやってくれて、本当に美味しかったね、美味しかった。カットって言った後にみんながずっと食べてるのがそうだよね、印象的。いいな。うたちゃんなかったんだっけ？ないです。そうか。一個も。でもカラオケでちょっとかじったぐらいっていうぐらい、なかった。2人も同じ場面ないし、私とりかこちゃんも同じ場面なかったから、りかこちゃん昔の人だもんね。昔の人の役だったもんね。でも天狗山のこうすれ違うシーンでの時に、その天狗山で光さんたちが乗ってて、若い頃が見えるんですけど、その光さんたちが撮ってる間、こう一緒にゴンドラが動いてるから降りれなくて、私たちが、そうなんだ。でずっと助監督の方とあと大勢君と私で3人でずっとゴンドラちょっと上がったり下がったり、中入ってずっとお話ししてるそれもそれで楽しかったね、そうだね、楽しいこといっぱいあったね。やっぱあんな短期間でって1年だけど短期間でお芝居するって結構ね、りかこちゃんなんか中学生の時もあったじゃない、だから大変だっただろうけど、すごい見た人たちが2人のこと素敵だなって思うと私は思いましたよ、見てて。嬉しい。りかこちゃん素敵でした本当に。いや、うたちゃんも素敵でした、本当に。野口さん、ひかりさんも。野口さん、いや、ひかりさんはすごいよね。いや、そんなことない。私はもうなんかすごい素敵だったね。いや、ひかりさんに結構救われたからな。やっぱ自分もなんか不安も頭の中がいっぱいだったから、なんかもっとさっぱり柔らかくみんなで普通にお茶とかご飯とか行きたいなって。行きましょうよ。ね、行きましょうね。じゃあご飯食べに行っちゃうか。はい、お願いします。行きます。曲がります。曲がります。うおーごめんなさい。失礼しました。